い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はシーガートアレテ 1DT プラス 4BA ハイブリッドモデルです。アレテ、いろいろ意味があるようだけど、女の人の名前をモデル名にしたのかなと勝手に推測。読み方もアレテなどあるようですが、ネイティブな発音とは全然違いますね。ここではアレテで進めましょう。だからサムネイル画像のバックに女の子がいるの？まあそういうこと。フレッシュレビューズさんとのコラボモデルなのね。コラボモデルって結構多いよね。売りやすいのかな。箱出し最初の視聴時の印象はまあまあで、ちょっと攻撃が鋭いかなと思ってた。価格結構するよね。ショップによって外貨の幅もあるけど3万台後半が多いみたい。ってことは音質に期待できるってことね。そりゃそうでしょう。パッケージ内容はご覧の通り、案外シンプルな内容なのね。価格帯が3万超えのモデルにしてはバンドルケーブルが今一つだな。本体に全振りという好意的な見方もできるし、この価格帯のモデルを買う人は大抵いいケーブル持ってるだろうけど、もうちょっと頑張ってほしい気がする。G ガードはケーブルはこだわってないのかな。フェイスプレートが綺麗でいいですね。光を当てる角度によって印象がだいぶ変わります。まあよくあるタイプよね。愛は綺麗なら何でも好きだからね。評価甘いんじゃない？いいの綺麗なんだから。サイズはちょっと厚みを感じるぐらいで一般的なサイズ感だと思います。軽いしリアフィンの突起もないので多くの方にフィットしやすいと思います。サウンドチェックの前にまずアレテの波形の確認ね。なんかのっぺりしてるね。確かに中域をあまり落とさずフラットを意識した感じだね。2キロから6キロぐらいまでもあまり大きな山谷はないですね。どのモデルとの比較になるんでしょうか？最近聞いた中ですでにレビュー済みのセレストリレントレスにしてみた。リレントレスの印象が結構良くて、アレテを聞いた時に雰囲気が似てる気がしたんだよ。波形はだいぶ違うじゃん。ジャックさん結構いい加減な耳だね。確かにこれ見ちゃうとお言葉は返せないね。お言葉を返したかったの？ドラマの見過ぎじゃない？そうかも。音調整の基準はアレテにしたよ。この帯域の差が聞こえ方にどう影響するかの比較になるかな。あと広域の差分もね。ええ、そうですね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。結構違いあったね。低域はリレントレスの方が目立ってたみたい。
この辺絞ると低域目立つからね。アレテを基準にしてるからリレントレスの特徴が誇張される感じになるね。低域は両モデルとも結構いいよ。広域の差もはっきりしていて、リレントレスは細く鋭く感じました。そうだね。リレントレスはドンシャリ特有のちょっと詰まった感じの聞こえ方してた。ただしこれはアレテを基準にした差分だから実機はもっといいよ。ここからは実機の効いた印象ね。イヤーチップはバンドル1の特性に似た糖酸細のバランスのバージョンにしたんだけど、ピックアップしたこれらのイヤーチップでも結構雰囲気変わったわ。あとはいつものようにマイイヤーチップを重ねたグラフ。参考になればいいんだけど。さっきも触れたけど、ケーブルには不満があったので、ナイス HCK ディープスノーにリケーブルして聞いてみたんだ。そしたら大きく印象が変化して、アレテの進化ってこれなんだなーって思った。具体的には、空間の広さが一番変化した。すごい余裕持って響くようになって、残響を含む音の余韻がなんとも心地よくなった。低域は波形で見ると特別強調していないようだったけど、バイオセルロースダイヤフラムを使用した 10mm のダイナミックドライバーの効果なんだろうけど、結構重めの低域が来るね。やや両管優先のアタックやベースの存在感、スネアは振動タイプっぽい厚みのある響き、リリース長めのタム系もいいね。ボーカルはボーカル、メロディーは主に BA の担当になるんだろうけど、まず BA29689 が中心になるんだろうね。DD ももちろん守備範囲だろうから混ざり具合はわからないけど、バックの音との混ざり具合がちょうどいい感じ。ボーカルありきのバックじゃなくてどちらも主として聴ける。もちろんアルバムのミックス次第なんだけど、自分が聴いてるジャンルがあれてのチューニングに合ってるんだろうね。音の分離がいいんでいろんな音がしっかり聞こえてくる。ボーカルは普段から聴いてるレッドシュアーカデンザ4の方がぐっと前に出てきて、ボーカルとバックが分かれてレッドな雰囲気なんだけど、リスニングに限って言えばボーカルとバックがうまく混ざるあれての方が好きだな。確かにかなり印象違いますね。広域はどうですか？最初はちょっときつく感じたんだけど、リケーブルしてからはきつさはほぼ消えた。ドライバーは2機の BA31736 がメイン担当だろうけど、ボーカルはほとんど刺さらないし、シンバル系は存在感を示しつつ少し後ろから聞こえてくる。全然邪魔にならないね。広域の抜け方自体も不満はないよ。中域忘れてたよね。ここはどう？この帯域をチェックするリファレンス曲では表現力高かったよ。上げすぎるともわっとした感じになりやすいけど、アレテでは感じなかった。じゃあ微妙な点はないの？本体に関しては思いつかないな。バンドルケーブルをもっと良くしてほしいぐらいかな。ジャックさんかなり気に入ったみたいですね。そうだね。個人的な感想だけどかなり好きな音だね。価格もそれなりにするから主張しないで買うのは勇気いると思うけど、この価格帯のモデルを検討している人は候補に挙げてもいいんじゃないかなと思うね。愛はどうする？音質にはかなり惹かれるけど、ちょっと手の出しにくい価格だから欲しいものリストに入れておくわ。そうだね。ゆっくり検討してみて。ということで G ガードとフレッシュレビューズのコラボモデル 1DD プラス 4BA ハイブリッドモデルアレテのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。